改めて皆様ようこそお越しくださいました。新州講座第33回目になりますね。もう足掛け8年目になりますかね。歎異抄を読み進めております。歎異抄はですね、浄土真宗の宗祖である親鸞上人のお言葉が記されていると言われます。歎異抄の著者はですね、諸説ありますけれども、唯円坊という方ではないかと言われております。親鸞上人のそばにおられた唯円坊はですね、親鸞上人のお言葉をずっと聞いておられて、耳の底に残っておられる、残っている、忘れられないでいるそのお言葉のいくつかをですね、特に歎異抄の前半部分に記されているとされています。親鸞上人がご往生された後にですね、お念仏の教えが異なって伝わっていることを嘆いて、そして筆を取って記されたものが歎異抄だと言われます。教えが異なって伝わっていることを嘆き記されたということで「歎異抄」と名付けられているんですね。で歎異抄に出てくる親鸞上人のお言葉はですね、常識が揺さぶられるような、そういう鋭い逆説的な言葉が数多く出てまいります。読む人は親鸞上人のこの仏法の深い解釈に驚いて、そしてまた同時に感動を覚えるようなですね、そういう書物でもあります。歎異抄を読んでいくと、人生観とかですね、価値観が深まるような書物だと言われます。この新州講座ではその歎異抄、人生を考えるというですね、ちょっとかなり大げさな名前をつけておりますけれども、それくらいこの歎異抄という書物はですね、とても深い内容の書物なんですね。その歎異抄を皆様と共に読み進めながら、それぞれにですね、人生について考えたり、何か生きる喜びや感謝の心を深めるようなですね、時間としていただければ幸いでございます。さて前回はですね、歎異抄の第10条を読み進めました。他力の念仏には義なきを義とすと、そういった奥深いですね、言葉が記されていました。今回もですね、その歎異抄の第10条の内容を味わいつつ、また人生の意味についてもですね、今回は考える会にしたいなと思っております。ではまず歎異抄第10条のですね、本文と意訳をご一緒に拝読させていただこうかと思います。今回のプリントですね、今回のプリントの最初の1ページ目に載せております本文と意訳ですね。10条は短いのでご一緒にですね、拝読をさせていただこうかと思います。本文のところからですね、それではご一緒くださいませ。念仏には無義をもって義とす。不可証、不可説、不可思議のゆえにと仰せ総来記。この部分の意訳がその下に書いてあります。こちらもご一緒にご唱和ください。他力の念仏においては、自力の計らいを交えないことを本義とします。なぜなら他力の念仏とは我々の計らいを超えたものであり、解き尽くすことも心で思いはかることもできないからです。そのように親鸞上人は仰せになりました。この歎異抄第10条のですね、文章を今日は味わっていきます。ではプリント1ページめくっていただきまして、2ページのですね A というところ、6の自力の計らいとはとつけているところのですね A というところから参りますね。さてこの歎異抄第10条にはですね、念仏には無義をもって義とすという言葉があります。でこの言葉は意訳するとですね、他力の念仏においては自力の計らいを交えないことを本義とすると、そういう意味の言葉です。でここにある自力の計らいとはどういうことでしょうか。まずはですね、その自力の計らいという言葉について見ていきたいと思います。自力という言葉、一般的な言葉ではどういう言葉としてですね、印象をお持ちでしょうか。自力という言葉は、自らの力ということですよね。自力で問題を解くとかいうようにですね、自らの力という意味で、自力という言葉は一般的にはですね使われます。
ですが仏教用語で、自力とはですね、自らの力で収めた功徳によって仏の浄土へと行き生まれようとしたり、また仏の悟りを開こうとすることだと言われます。文章に書いているところ、プリントに書いているところと書いてないところがありますので、書いているところはですね、私の方でA のところを読みます、B のところを読みますというふうに言いますので、それ以外のところちょっと間の部分書いてないところもありますのでね、そのあたりは適宜それぞれにメモしていただきながら、聞いていただければと思います。大体重要な部分はですね、意味が通るようには文章を書いておりますので、間の部分はですね、それぞれに補足していただきながら、記していただきながらですね、聞いていただければと思います。で B のところですね、そのようにですね、自らの力で収めた功徳によって仏の浄土へと行き生まれようとしたり、仏の悟りを開こうとすることを自力の計らいと言ってるんですね。言葉は難しいですが、まず言葉の説明ですね。で同じ、自らの力という言葉であっても、仏教用語とですね、一般用語では目的とするところが違うんですね。仏教用語での自力というのは、その目的とするところはですね、さっき言ったように仏の浄土へ行き生まれることや、また仏の悟りを開くことだとされます。宗派によってもこの自力という言葉のですね、意味するところ、ニュアンスというのは多少違うんですけれども、浄土真宗においては主にですね、自らの力で収めた功徳によって仏の浄土へ行き生まれようとすること、そういうことを、自力というふうに言っていますね。で浄土ということは浄土真宗とも言いますけれどもね、浄土とは仏の国のことです。仏の国。浄土真宗においては特にですね、阿弥陀仏という仏様の国のことを浄土と言います。で浄土という言葉のようにですね、これ清らかな国土、清らかなところだと経典には出てきます。お経にはですね。で自力の計らいとは何かっていう今話をしているんですけれども、その自力の計らいとはですね、そのように自らの心や身を励まして自らの力で収めた功徳や善根によって仏の浄土へ行き生まれようとすること、でそういう意味だとされています。でプリントのですね C のところになりますけれども、親鸞上人はですね、自分自身に対して自らの力で収めた功徳や善根によって仏の浄土へと行き生まれることは難しいことだ、そのように思われた方だったんですね。それはなぜでしょうか。それがその次のところですね。七苔の行と書いております。そこの D のところですね、ご覧ください。自分自身の奥底を見つめてみると、煩悩というですね、自分本位な思いがあってさまざまな行動をする時も、欲などの自分本位の思いが混じってしまう。で功徳や善根につながるようなそういった修行をしようとも、そこにどうしても煩悩という毒が混じってしまう。親鸞上人はそんなですね、自らの行行為というものは苔、嘘偽りの行だと、そういうふうに言われたんですね。親鸞上人の和讃という作られた和讃という歌の中にですね、このような言葉がございます。そこに書いておりますけれどもね、正蔵松和讃というですね歌がございますが、そちらのところにですねこのような言葉がございます。そちらですね、よろしければご一緒に読ませていただきましょうかね。悪生さらにやめがたしというところからですね。はい、それではご一緒くださいませ。悪生さらにやめがたし、心は邪活のごとくなり、主善も増毒なるゆえに、苔の行とぞ名付けたる。この言葉の意味、その下に書いておりますね。こちらもご一緒にご唱和ください。悪い本性はなかなか変わらず、心は蛇やサソリのようです。どんな善行を収めても煩悩の毒が混じっているので、嘘偽りの行というのです。
この和算にあるようにですね、親鸞上人はこの善根とか功徳につながるような修行をしようともどうしても煩悩という毒が混じってしまうと、悪性をさらにやめがたしって書いてますね。悪い本性はなかなか変わらないんだと、心は蛇やサソリのようですと、そのようなところから起こるですね、さまざまな善とか、行い、というのを行ってみてもですね、なかなか、悟りにはつながっていかない、仏様の浄土に行くことにはつながっていかない、古形偽りの行だと、そういうふうに言っていかれたんですね。その下の E のところですね、自らの奥底を見つめて自らが煩悩を抱えた凡夫であると、そういうふうに自覚された親鸞上人は、そんな自らが行う行というのは煩悩が混じった嘘偽りの行であり、そんな自力の行では仏の浄土へ行き生まれることも仏の悟りを開くこともかなわない、そのように受け止めていかれました。でしかし親鸞上人がそのように言い切ることができたのは、他力の教え、お念仏の教えに出会っていたからでした。浄土宗という宗派を開いた法然上人という方にですね、親鸞上人は出会って、法然上人からその他力の教え、お念仏の教えを伺うにつれて、この凡夫である自分も阿弥陀仏によって救われ、そしてお浄土へと行き生まれさせていただける、そのようなぬくもりの中にあったからこそ、自分自身が煩悩を抱えているという事実をですね、深く直視することもできたのではないでしょうか。さて、他力という言葉についてもですね、見てみましょう。先ほどは自力という言葉について見ましたので、次は他力という言葉にも見てみましょう。他力、よく言われることですけれどもね、一般的な言葉では、他力というと他人の力というふうな意味で用いられますんで、他人任せというようなですね、そのような後ろ向きのイメージのある言葉が他力という言葉ではないでしょうか。そちらの8の他力とはとある F のところをご覧ください。ですがですね、浄土真宗におけるこの仏教用語においてはですね、他力とはどういう意味かというと、阿弥陀仏の救いの力、働きのことを言います。他力とはその他人の力ということではないんですね。他力の他とは阿弥陀仏のことです。その阿弥陀仏の救いの力、働きのことを他力と申します。その他力という阿弥陀仏の救いの力、働きによってですね、浄土へと行き生まれ、安らかな仏の悟りを開く。で、仏の悟りを開いたら、今度は悩み苦しむ者を救い導くような働きを自らもしていく。そんな仏のような生き方を志していく、そんな仏道やですね、仏法に導く力、働きのことを他力と言っています。その下の G のところをご覧ください。そしてその他力とはですね、自らの計らいを持って考えたり捉えようとするものではない、そのような言葉がこの「歎異抄」第10条の念仏には無義をもって義とすという言葉になります。でこの「歎異抄」第10条の言葉には念仏にはとあるようにですね、念仏という言葉が出てきますね。でこの念仏とは直接的な意味では南無阿弥陀仏と唱えることです。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、こう唱えることが念仏ですね。でその念仏には無義をもって義とすという言葉がこの第10条の言葉なわけですけれども、ですがこの念仏とはですね、他力の念仏のことなんですね。ただ南無阿弥陀仏と南無阿弥陀仏と唱えるという意味の言葉ではないんですね、ここの念仏とは。では他力の念仏とは何かということなんですけれども、これは阿弥陀仏の救いの力、働きが私たちに至り届いて、口からこぼれ出てくる南無阿弥陀仏ということです。でそしてそれはですね、阿弥陀仏の救いの力、働きそのものを表しているんですね。H のところをご覧ください。ですからここでいうその他力の念仏とは、ただ私たちの口で南無阿弥陀仏、
ナマンダ仏ナマンダ仏と唱えるということだけでなくてですね、阿弥陀仏があなたたちを必ず救いますよ、だからナマンダ仏と唱えてほしいと、そういうふうに願われて、その願いの力、願力とも他力とも言いますけれども、そういった阿弥陀仏の救いの力、願いの力、働きに促されて私たちの口から出ている念仏のことを他力の念仏というんですね。でつまり言いたいことはですね、この「歎異抄」第10条にある念仏という言葉は阿弥陀仏の救いの力、働きのことを指していて、他力と同じ意味の言葉ということになります。今ちょっとね難しい、説明がちょっと難しく感じたかもしれませんけれども、つまり言いたいことは、この念仏には無義をもって義とすという言葉の念仏とは他力と置き換えてもいいということですね。阿弥陀仏の救いの力、働きだから、他力には無義をもって義とすと言ってもいいわけですね。でそうした場合には、この言葉は他力には自力の計らいを交えないことを本義とすると、そういう意味になりますね。で先ほど自力の計らいということを申しました。自力の計らいとは何かというと、自らの力で収めた功徳とか善根、そういったものによって仏の浄土に行き生まれようとすること、そういうことが自力の計らいでした。仏の浄土に行き生まれるために、自分の頭であれこれ考えたりですね、また良いと思うようなさまざまなことを行ったりして、なんとか浄土に生まれようとすること、そういうことを自力の計らいと言っておりました。で親鸞上人は、煩悩を抱えたこの自力の行というのは仏の浄土へ行き生まれることができないのではないか、安らかな仏の悟りを開くことはできないのではないか、そういうふうに受け止めていかれた方でございました。愛のところご覧くださいね。3ページの下の方ですね、愛のところ。しかし他力という阿弥陀仏の救いの力、働きとは自らの力ではどうしようもない凡夫をも必ず救い遂げて、そして仏の浄土へと行き生まれさせ、仏の悟りを開かせるというものです。自らの力ではいかんともしがたい事実に悩んでいた親鸞上人は、そのようなですね、阿弥陀仏の救いの教え、お念仏の教えに出会われ、救われ、そして喜ばれていったわけですね。その下の J のところですね。ともかくですね、その他力という阿弥陀仏の救いの力、働きというものは自力の計らいという自らの思慮分別でもって捉えようとしたり何とかしようとするものではない、そういうのがこの念仏には無義をもって義とすという言葉になります。でそしてそれはなぜかというと、不可証、不可説、不可思議のゆえにとありますけれども、私たちの計らいを超えたものであり、解き尽くすことも心で思い量ることもできないからです。そのようなことが「歎異抄」の第10条に示されております。ここまでちょっとスラスラと参りましたけれどもね、今は「歎異抄」第10条の言葉の意味をざっと拾っていったところになりますね。念仏には無義をもって義とすと、最初の無義とあるのは自力の計らい。この念仏というのは自らの計らいみたいなもので捉えていくようなもんではないんですよと。でその念仏とは何かというと、ここでは今他力という言葉で説明しましたけれども、阿弥陀仏の救いの力、働き、要は阿弥陀仏の救いというものは自らのでこうだああだというふうに、そういうふうに捉えていくようなもんではないんですねと。端的に言えばそういうことです。でそこまで押さえた上で、その次ですね、9のところからですけれども、まずちょっとここに書いておりませんけれども、ちょっと導入の部分になりますが、でこの念仏には無義をもって義とすという言葉をですね、人生の意味という視点からもう少し味わっていきたいと思います。
先々月にこの新行寺で開催した永代経法要、覚えてらっしゃいますかね。永代経法要で布教師の先生がですね、人生の意味というお話をされていました。何のために生まれてきたのか、何のために生きているのか、そうした人生の意味について考えるのは人間だけだというようなお話をされておりました。そうですね、動物は何のために生まれてきたんだろうか、何のために生きているんだろうか、おそらく考えないでしょうね。人生に意味を見出そうとするのはその人間の特徴と言ってもいいかと思います。人生の意味について自分なりの答えを探し求めて歩んでいるのが、人間とも言えるかと思いますね。でそこで K のところですね、9の K。しかしこの人生とは自分の考えとか価値観といったものだけで捉えられるものではないと示されているのがお念仏の教えでもあります。この人生、この命というのは自らの上だけで完結するような小さなものではなくて、類々と受け継がれてきて未来へと受け継がれていく、網の目のようにつながったですね、もっと大きなものではないだろうか。無量の広がりとつながりを持って無量の輝きを放つような、とても壮大で尊い命ではないか。そんな人生を私たちは生きているということを示されているのがですね、お念仏の教えでもあると思うんですね。で親鸞上人が示された正信念仏芸という歌がございますね。正信芸といってお寺でも毎回法要などよくお唱えしておりますね。どういった出だしだったでしょうか。そうでございますね。奇妙無量寿如来ナモ不可思議こう始まっていきますね。正信芸の冒頭ですね。お寺通いされている方はもうおなじみのフレーズかと思いますけども、この言葉の意味はですね、その下書いておりますけれども、無料の命を持つ阿弥陀仏に私親鸞は帰依します、そういう言葉でありまして、また思いはかることのできない光を持った阿弥陀仏に私親鸞は帰依します、こういう意味の言葉なんですね。でこのようにこの正信偈のこの言葉というのは直接的には阿弥陀仏という仏様のお徳をたたえた言葉です。ですが、そこから仏様という方はですね、無料の命を持ってそして思いはかることのできないような輝きを放つ方だということが分かりますね。そして阿弥陀仏という仏様は私たちにそのような仏とならせたいと願われて働きかけておられると言われます。仏説無量寿経の中にですね、四十八願、四十八の願いが説かれ、そしてその中の18番目、第18願とも言いますけど本願、根本の願いの中に、説かれますけれどもね、そうした私たちを必ず救いたい、その内容をいろいろ開いていくと、いろんな言い方ができますけれども、一つにはこのようなですね、正信偈というところと紐づけて味わっていくとですね、無料の命を持ち思いはかるようなこのできないような輝きを持つ、そういう仏とそなたたちもならせたいという意味でも受け止められるかと思うんですね。そうしたお念仏の教えからですね、私たちの人生とは、私の人生とか命を味わってみるとですね、この人生、この命というのは自らの上だけで完結するような小さなものではないんだ、類々とずっと受け継がれてきて、そしてまた未来へと受け継がれていく、網の目のようにつながったもっと大きなものではないか。無料の広がりとつながりを持ち、そして無料の輝きを放つようなとても壮大で尊い命ではないか、そうした視点がですね、仏法を聞く中で開かれてきます。4ページの下の方の M というところですね。 M のところです。
この人生とは自分の意思で始めた人生ではないですね。気づいたらこの人生始まってた、ね、自分で選んで生まれてきたわけではないですけれども、でも自分の意思で生まれてきたわけではないからこそ、そんな人生だからこそ自分の考えや価値観といったものだけで捉えられるようなものではないのではないかと、そんなことをこの「歎異抄」第10条の「念仏には無義をもって義とす」と、不可証不可思議不可説のゆえに、不可説不可証不可思議のゆえにと、そういう言葉から思われるところです。そしてその人生の意味というのもまたですね、自分の考えや価値観を超えたものに開かれていくんではなかろうか。この念仏には無義をもって義とすと、自らの計らい思い計らい、そういったものでは交えて捉えていくようなものではないんだ。それは他力、先ほど他力と言いますけれどもね、阿弥陀仏の救いの力、働き、そういったものは直接、自らの思い計らい捉えていくようなものではないんだ。でその阿弥陀仏の救いの力、働きとは、私たちに無料の命の広がり、つながり、そういったものを持った仏になってほしいということであり、無料の輝きを放つような、そういったものになってほしいという、そういう願いがかけられている。そんな願いがかけられたその他力の働きに対して、私たちはあれこれと自らで考えていくような、そういうものを差し挟んで捉えられていくようなものではないんだと、そういう言葉として味わっていけるんじゃないかなというところですね。で次は10番の方に行きますけれども、ちょっとここにまず書いてないところから申し上げますとね、私たちは人生の意味というのはですね、いつも考えるわけではないかもしれませんけども、ふとした時にね考えることもあるかもしれませんが、この人生の意味、どういうふうな意味を見出せるかっていうと、パッと分かりやすいのはですね、欲、生きがい、目標、夢、そういった捉えやすいところで捉えて納得していこうとするところがねあるかと思うんですね。欲とは例えば、ああしたいこうしたい、あんな風になりたい、そういうような欲ですね。おいしいご飯を食べたい、お金がたくさん欲しい、贅沢な暮らしがしたい、こうしたいああしたいという思いはすぐ私たちね思いつくような気がします。で例えば人生を生きる意味はたくさんのお金を稼いで贅沢な暮らしをすることだということも、答えとしては成り立つわけですよね。でまた人生の意味を夢とか目標というもので捉えることもありますね。自分はこうなりたいとか、こんなことがしたいという思いが夢とか目標ですね。で例えばプロサッカー選手になりたいとか、自分のお店を出したいとか、そうした夢とか目標を持つことは悪いことじゃないですよね。そうした目標とか夢が見つかることは生きがいにもなります。ですから夢や目標こそが生きる意味なんだという、そういう考え方もあるわけですね。ただ夢とか目標が見つからなくて悩む方もおられます。 N のところをご覧ください。とにかくですね、私たちはこの人生の意味というのを欲とか生きがい、目標や夢といった捉えやすいようなところで捉えて、そして納得していこうとするところがねありますね。私もそうです。しかしそうした自分の思いというのが満たせなくなった時、叶わなくなった時、そうした時に私たちは行き詰まって人生の意味を見失うことがあるんではないでしょうか。若くいたいが年を取ってしまう、健康でいたいけれども病気になってしまう、お金が欲しいけれどもそんなにお金は入ってこない、定年後はゆっくり生活したいけれども働かざるを得ない、そもそも夢や目標が見つからないと。王のところをご覧ください。そうしたですね、人生には思い通りにならないことがさまざま起こるわけですよね。人生経験を重ねれば重ねるほどそういったことを実感としてね思われる方もおられるかと思います。自分の思いを中心に生きている私たちが、その思いを満たすことができない現実に突き当たった時に悩むわけですよね。
そこに人生の意味を見失うということがまたあるかと思うんですね。若いうち、挑戦している時、自分で何とかできそうな目標に挑んでいる時、そういった時はまだいいかもしれません。若さや夢、目標、そういったものにこの人生の意味を重ね合わせるということもできると思うんですね。ですが問題はそれが行き詰まる時ですよね。それを仏教では苦と言っております。思い通りにならないところに私たちは苦しむんだと考えるんですね。お説教などね、よく聞かれるかもしれませんが、老病死苦、そういう苦の種類があると仏教では分類されてますね。老い、病、死といった、思い通りにならないところに起こる苦しみというのがありますね。でまた愛別離苦、愛する大切な人とも死別していかなければならない苦しみもあります。仏教でここに対応しているのが日本仏教では法事とか葬儀ですね。怨憎会苦といって会いたくない人とも会わなければならない苦しみ、怨憎会苦と読みますね。怨憎会苦、ちょっと難しい言葉ですけどもね。またその下、愚不特苦、愚不特苦ですね。求めるものが得られない、欲しいけど手に入らない、そういう苦しみもありますね。その下の P のところです。私たちはそんな思い通りにならないところから起こる苦しみを経験する中で、欲や夢や目標を満たしていく生き方に行き詰まったり、虚しさを覚えるようなこともあります。でそんな思い通りにならないことに徐々に折り合いをつけたり受け止めていこうとするわけですけれども、なかなか納得できない自分もいるわけですね。そうしたところから生まれるものを仏教では苦しみと言っております。自分がこうありたいという思いや自分が納得するということを私たちはとても大事にしますし、そうなっていかないときに怒ったり悩んだり苦しみます。5ページの一番下のところです。9のところですね。しかしこの人生とは、こうありたいという思いや自分が納得するかどうかといった超えたもの、そういったものをですね超えたもっと深く広がりのある人生なんでしょうね。そうしたことを「歎異抄」第10条の念仏には無義をもって義とす、不可証不可説不可思議のゆえに、そういう言葉から思うところです。次のページの R のところですね。私常々ですね申すことなんですけれども、この仏縁に合う仏法を聞き学ぶということは心が育まれることとか、また心が開かれることだと言われます。思い通りにならないことに突き当たった時に、私たち苦しみ悩むんですけれども、苦しみ悩みながらもそれでも生きてきてよかったな、ここまで生かされてきたな、そういうふうに味わうことのできる、そうした心が育まれて開かれてくる。自分本位の思い、自らの計らいだけでは決して出てこなかったような大きな人生を生きているんだ、生かされているんだ、そういう視点をですね仏縁の中からいただいていくんではなかろうかなと思うことです。でそれが他力という阿弥陀仏の救いの力、働きということでもあろうかと思います。本日はこの「歎異抄」第10条の内容と、そこからこの人生の意味について味わってみました。なかなかそうだなという場合もあるでしょうし、捉えづらいというんですかね、そういうふうに思われた方もおられるかもしれませんね。それぐらいこの念仏には無義をもって義とすという言葉は、その後に出てくるように不可証不可説不可思議のゆえにと、説き尽くすことも、思いはかることも、そういうこともできないようなものなんだと、そもそもそういうふうにありますんでね、本当になかなか捉えようのない言葉とも言えるかと思います。歎異抄、
ここまでずっとですね序文から始まって第1条から第9条まで見てきて、この第10条が一応前半部分の締めだと言われます。非常に深い内容がずっと続いてきて、その締めの言葉がこの言葉なんですね。念仏には無義をもって義とすると。他力の念仏においては自らの計らいを交えないことを本義とするんだと。非常に味わい深い言葉でもありますけど、非常に難しい言葉でもありますね。これをでも回を通しながら徐々に味わっていくことで奥深さもね感じられてくることではなかろうかなと思います。では今一度ですね、この本文意訳を味わいたいと思います。ご一緒にですねご唱和させていただきましょう。1ページのですね上のところですね。それではご一緒にご唱和くださいませ。念仏には無義をもって義とす。不可証不可説不可思議のゆえにと仰せ総来記。他力の念仏においては自力の計らいを交えないことを本義とします。なぜなら他力の念仏とは我々の計らいを超えたものであり、解き尽くすことも心で思い計ることもできないからです。そのように親鸞上人は仰せになりました。今日はこの辺りにさせていただこうと思いますけれどもね、ぜひこの後ゆっくりですねお茶などして帰っていただければと思いますけど、なんか感想とかですね、そういったことについてもよければご一緒にですねぜひお話ししてみていただければと思います。